皆さん、こんにちは。from True Japan チャンネルです。はじめに、電化製品、交通機関、医療機器など、私たちの生活を支えるあらゆる製品に、信頼性工学は欠かせません。例えば、今の電子機器はある寿命を持ち、その後は交換が必要です。しかし、過去には、信頼性工学の歴史に衝撃を与えた出来事があります。今回は、そんな過去の都市伝説3話をご紹介します。内容。1伝説1話。エジソンが電球を発明した頃、ある会社が日本の竹を調査し、竹を電球のフィラメントに採用し、商品コンセプトを他社の電球より、絶対長持ちする電球ということで売り出しました。売り出し後5年間は売れに売れ、順調な業績を上げていました。ただ、6年目以降は売れなくなりました。調査したところ、新規需要は5年間で、その後は買い替え需要になります。購入過程では電球は6年経過しても、1個も切れていない、長寿命電球であることが確認されました。新規需要も、買い替え需要もなくなったので、その会社は大量在庫を抱えて倒産したとのことです。教訓、長寿命製品を開発しても、きちんと市場規模、寿命と買い替え需要を調査し、適度な寿命の製品を販売しないと、会社の存続が困難となる。この時代では、長寿命を優先したため、光源の明るさを犠牲にしていた。明るくない、消費者へ不便をもたらす商品を提供するのではなく、きちんと消費者の要求する品質のものを供給すれば、寿命に関しては、短期間になっても適正であれば、受け入れるはずである。現代は、寿命2万時間、5万時間と開示があれば、きちんとその商品を消費者は受け入れている。2伝説には、洗濯機が売れ出した頃、ある会社が洗濯機を製造して売り出しました。その会社は、扇風機等の頑丈なモーターには定評があったので、非常に売れましたが、電装関連技術、水回り設計に知識や経験が不足していたので、ショート、洗濯槽の錆、穴開け等のクレームが殺到したとのこと。ただし、洗濯機がボロボロになった段階でも、モーター部分は非常に堅牢で、電気をつなぐとすぐに回るほど壊れていなかったそうです。教訓。製品を構成する部品の寿命は、設計寿命を設定し、ほぼ同程度に合わすのが合理的。現在は、製品設計時に、各部品の寿命を考慮して、全体の製品寿命を設計するようになっています。3伝説3話。この話も、伝説と言われているくらい昔なのであり得た事実の伝説になります。他国の自動車メーカーにおいて、ある部品の故障による事故比率が 0.1% を超えていたデータを把握しました。そのメーカーは、2つの試算をしました。1つは、このまま保証金、栽培費用も考慮しての支出額を算定。もう1つは、直ちに回収し、全部の車の該当部品を無償交換する費用を算定。なんとこの会社は、情報を非公開にし、そのまま生還を決め、事故が発生するたびに対応することにしました。結果的には、算定通り支出額は抑えることに成功しましたが、その後この秘密情報が露見したので、企業イメージがダウンし、その影響による自動車販売額は減少したとのこと。教訓。ある比率以上の欠陥と認定した場合は、速やかにリコール対象にし、無償交換すべきで、企業イメージダウンは避けるべき。クレーム対応の支出金と企業イメージは比較すること自体不可能で、リコール隠しは企業の存立維持を脅かすようになっているので、リコールに対する適切な対応というのは大変重要です。3まとめ。信頼性工学の都市伝説は、製品開発や寿命設計の重要性を浮き彫りにします。今回の都市伝説を参考に、製品の信頼性を高めるための取り組みに役立ててください。信頼性工学は、製品開発や品質管理において重要な技術です。製品の信頼性を高めることで、製品の持続性が向上し、企業のイメージアップにもつながります。なお、信頼性工学は、近年、AI や IoT などの技術を活用した新たな展開が進んでいます。今後も、信頼性工学の重要性は高まっていくと考えられます。4最後に、本チャンネルでは、知っておくべきこと、物事の見方、視点を多くすべきことへの一助になる情報を発信します。世の中は激変していくと思われますが、その激変への対応ができる情報を発信していきますので、よろしくお願いします。
チャンネル登録と同時に通知登録もしていただければ、次回も速やかに通知されますので、お願いします。次回をお楽しみに。